皆様こんにちは、セリナです。今回は3月13日全国発売、3月4日より一部先行発売中のイヴ・サンローランボーテオーラーワーズブラークッションをナース・アルビオンの新作パウダーと比較しながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。肌の上にのせると液状からパウダーに変化するというユニークさとパッケージの可愛さで発売前から話題のイヴ・サンローランの限定クッションパウダーが先行発売中ということで、クッションパウダーの使い方、塗り心地、仕上がりを詳しくご紹介した後にナーズとアルビオンから発売されている新作パウダーとそれぞれ比較して4時間後のマスク崩れを検証していきます。少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた全色レビューや新作ベースアイテムのご紹介動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。イヴ・サンローランボーテオーラーワーズブラークッション、瞬時にひんやり肌リセットを叶えるお直しクッションフェイスパウダーが数量限定で登場。 YSL 初のウォーターフリーズテクノロジー搭載。肌に触れる瞬間、均一に水分が広がりフリーズするようにパウダーへと変化。ミストの水分感×パウダーの仕上げをワンタップで叶える。テカリを抑えながら毛穴や小じわなどの凹凸を目立ちにくく、化粧崩れを滑らかに整え、フレッシュな肌に導きます。クーリング液配合で肌温度を瞬間マイナス 1.5 度下げる心地よい冷感で毛穴、くすみにアプローチし、透明感のある肌へ。では、数量限定のクッションパウダーを実際に肌の上に乗せてご紹介していきたいと思います。中身はスポンジタイプになっていて、指に取るとこんな感じで、最初は化粧水のようなかなりみずみずしい液体の形状です。塗ってから少し時間を置くと表面がサラサラに仕上がる質感が変化するタイプのアイテムです。顔全体にはすでにイヴ・サンローランボーテのフェアショットエアリーライト UV50、そしてラディアントタッチグローパクトを塗ってある状態なので、まずはこちら側半分に塗ってみたいと思います。付属のパフに取ったら、スライドするのではなく軽くタップするように重ねていくのがおすすめの使い方とのことです。かなりみずみずしくて肌にのせるとひんやりした感覚を楽しめます。夏場のお直しの時期にすごく良さそうですね。全体にのせるとこんな感じで、最初は液状なのでファンデーションのツヤも残っています。小鼻の横にもしっかりのせて、この状態で少し時間を置いていきます。はい、こちら側半分に限定クッションパウダーを塗って1、2分ほど時間を置くとこんな感じの仕上がりに変化します。パウダーなしの方と比較をするとファンデーションの油分感を抑えてすっきりしたセミマット肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。最初は液状ですが、時間が経つとパウダーに変化するので、油分やテカリをしっかり抑えるのはもちろん、毛穴や凹凸もふんわり綺麗にカバーしてくれます。そして時間を置いてから肌表面を触ると、かなりサラサラに変化しています。パウダーの中でも毛穴や凹凸に対する補正力はかなり高い方だなと思いますが、無色透明なので色補正効果がないことと、ファンデーションと液状パウダーをなじませながら密着させていくように塗るからか、程よい素肌の透け感が残って、ファンデーションの厚塗りを防止してくれるところもすごくいいなと思います。毛穴や凹凸をしっかり埋めるというよりも、毛穴や凹凸にパウダーがたまらないように均一にパウダーを密着させたいという方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。
では、ここからはサンローランの限定クッションパウダーを他ブランドの新作パウダーと比較しながら違いについてご紹介していきたいと思います。こちら側半分にはサンローランを塗ってある状態なので、反対側にはこちら、NARS の人気パウダー、ライトリフレクティングセッティングパウダーブレスト N の新色、フォグを塗って仕上がりや質感の違いを比較していきたいと思います。今回は付属のパフを使って塗っていきます。パフに取ったものを優しくタップするように重ねていきます。デパコスのフェイスパウダーの中でも特に人気の NARS のプレストにベージュカラーの新色が登場ということで、こちらもかなり話題になっていますよね。軽くのせていくだけでもこんな感じで結構ベージュの補正感が強くて、ファンデーションでカバーしきれなかった赤みや色ムラも綺麗に均一に整えてくれます。そして無色透明タイプの既存色と比較をしても、こちらの方が粉質が柔らかくてしっとりしている感じがします。サンローランとNARS、それぞれ半眼ずつに塗り比べるとこんな感じの違いです。どちらも付属のパフを使ってしっかり塗り重ねましたが、このくらいの距離で見てもそれぞれのカバー力の違いがわかりやすいと思います。サンローランは肌にピタッと密着して毛穴や凹凸は整えながらもかなりナチュラルに馴染んでいるのに対して、NARS はしっとり柔らかなパウダーで毛穴や凹凸をしっかり埋めるようにカバーして、ベージュの色補正力も結構強めで赤みや色ムラも気にならないような高いカバー力のあるパウダーです。近くで見るとよりそれぞれのカバー感の違いがわかりやすいと思います。どちらも毛穴や凹凸は綺麗にカバーされていますが、サンローランはかなり素肌っぽくて透け感があるのに対して、NARS はしっかり肌を覆ってカバーしている感じがします。アップで比較するとこんな感じです。そして NARS は手元で見た時も若干艶を感じましたが、パフ塗りをしても頬の高い位置などに光を反射する滑らかな艶が楽しめます。近くで見てもこんな感じで自然な艶を楽しめますが、パールやラメは感じられないので、毛穴補正感と艶感を同時に両立したいという方にすごくいいんじゃないかなと思います。そして肌表面の触り心地も結構違くて、NARS はパフでしっかり塗っても粉っぽくならず、滑らかでつるんとした表面に整っていて、サンローランは全くベタつきやテカリがなく、サラサラとした快適な状態に整っています。サラサラ感がお好みの方はサンローランがおすすめ。しっとりパウダーがお好みの方はNARSがおすすめです。NARS はロングセラーの無色透明タイプと比較をしても、色補正効果の他に粉質や肌表面の触り心地、パウダー自体のカバー力も結構違いがあるなと感じました。ではこの状態で4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ても、こちら側に塗っているサンローランの塗りたてと変わらない、全くテカリや崩れが出てきていない感じがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、ベースに使っているファンデーションがツヤタイプで保湿力が高いのと、反対に塗っているNARSはパウダー自体もしっとりしているからか、時間が経つと若干小鼻の横や頬の広い範囲などに皮脂やテカリが出てきている感じがしますが、サンローランは小鼻の横も頬の広い範囲も塗りたての時のままのイメージを保っていて、テカリや皮脂っぽさを一切感じさせないようなすっきりした毛穴レス肌を保ってくれています。アップで比較するとこんな感じです。サンローランは時間が経つにつれてどんどんパウダーが肌に密着して粉感が抑えられるように馴染んでいくのに、パウダーとしての補正感はきちんと持続してくれるところがすごく優秀だなと思いました。そして肌表面を触った感じは、やはりNARSはしっとりしているパウダーなので、小鼻の横と頬の広い範囲に少し皮脂が出てきている印象。サンローランは小鼻の横も頬の広い範囲も塗りたてのサラサラ感を持続してくれています。サンローランは時間が経ってもパサついてきたり、粉っぽくパサパサになる感じはしなかったので、乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思います。
毛穴レスでサラサラなセミマット肌仕上がりと自然な透け感のあるナチュラルな素肌感を両立したい方、パウダーを均一に塗るのが苦手な方、しっかり皮脂対策をしたい方はサンローランがおすすめ。毛穴や凹凸の補正はもちろん、赤みの補正力もフェイスパウダーでプラスしたいという方や、しっとりしたパウダーで自然なツヤ感をプラスしたい方、乾燥が気になる肌タイプの方はナースが特に使いやすいんじゃないかなと思います。そしてサンローランの限定クッションパウダーはお直しに特におすすめとのことだったので、今回はお直しとしても使っていきたいと思います。サンローランを塗っている方は全然崩れが気にならなかったので、今回はナースを塗っている方に使っていきたいと思います。パフで軽く押さえるようにのせていくと、最初はみずみずしいテクスチャーなので、パウダーが残っている肌表面にも綺麗に馴染んでくれますね。こすらずに押さえるようにタップしていきます。はい、こちら側半分にお直しとして使うとこんな感じです。無色透明タイプなので、お直しには少し物足りないのかなと思っていましたが、塗りたてのみずみずしい液状の時にベースに残っているファンデーションやパウダーを綺麗に均一になじませてくれて、そのまま時間を置くとテカリやよれを綺麗にフラットにしてくれるので、こちらはお直しに使うとよりこのアイテムの良さを実感できるんじゃないかなと思います。みずみずしいクッションファンデーションでベースメイクのムラを整えた後に、粒子の細かいパウダーで毛穴や凹凸補正とテカリを抑えた後のような仕上がりがこのクッションパウダー一つで叶うので、お直し用のアイテムとしてかなり活躍してくれるんじゃないかなと思います。お直し後比較するとこんな感じです。最後はサンローランの限定クッションパウダーとアルビオンのファインシルキークォーツ新色のブルー03を比較していきます。こちら側にはすでにサンローランを塗ってある状態なので、反対側にアルビオンを塗っていきます。ブルーとピンクの2色が新色として追加されましたが、今回はブルーをご紹介していきます。付属のパフにとって顔全体に優しくタップするようにのせていきます。パフが結構大きめでふかふかなので、ムラなく自然にパウダーをつけることができます。かなりしっとりしている粉質で乾燥が気になる時にも使いやすそうです。サンローランとアルビオン、それぞれ半眼ずつに塗るとこんな感じの違いです。どちらもブルー系のパウダーなのかなと思いますが、サンローランは無色透明タイプ、アルビオンはほんのりナチュラルなブルーがついているので、顔の上にのせるとそれぞれのトーンアップ感の違いがわかりやすいと思います。サンローランはテカリや皮脂っぽさを一切感じさせないスッキリしたセミマット肌。アルビオンはハイライトなしでも頬の高い位置に自然のパールのツヤが楽しめて立体的な肌に仕上がっています。そして毛穴補正力に関してはこんな感じで、どちらも薄膜でナチュラルなパウダーですが、毛穴凹凸はしっかり補正されています。アルビオンはふんわり柔らかい微粒子パウダーが毛穴や凹凸を自然に埋めて、ふわっとした柔らかいイメージとツヤ感はそのままに、しっかり毛穴対策もしてくれました。立体的なツヤを楽しめますが、近くで見てもパールが丸目立ちしすぎないところも使いやすいポイントです。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じはどちらも同じくらいサラサラしています。アルビオンはパウダー自体はかなりしっとりしていて自然なツヤも残るタイプですが、皮脂やベタつきを感じさせないサンローランと同じくらい表面はサラサラに整えてくれるので、しっとりした微粒子パウダーとナチュラルなツヤ仕上がりとサラサラな肌表面を両立させたいという時にとても使いやすいんじゃないかなと思います。どちらもたっぷり塗り重ねてもパウダーを塗っている感や厚みや重さは感じられない薄膜に仕上がっているのに、きちんと毛穴や凹凸は補正してくれるというところは共通していますが、よりフラットなセミマット肌に仕上げたい方はサンローランがおすすめ。毛穴凹凸補正と滑らかで立体的なツヤ感を両立させたい方はアルビオンがおすすめです。どちらもものすごく綺麗な仕上がりです。ではこの状態で4時間ほどマスクで過ごして
崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての時のままのイメージを保っていて、かなり崩れに強いと思います。ただ、アップで見るとこんな感じで、全く皮脂やテカリが出てきていないサンローランと比較をすると、アルビオンは若干塗りたてよりもツヤが出てきている感じはします。それでも小鼻の横や頬の広い範囲にテカリが出てきている感じはなく、塗りたての薄膜でふんわりしているのに、毛穴用凸をしっかり補正してくれているところや、ナチュラルなブルーカラーで自然にトーンアップしてくれている感じもしっかり保ってくれています。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、アルビオンもサンローランと同じくらい、小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出てきていないです。粉質自体はしっとりしているので、乾燥が気になる時にも安心して使えますが、皮脂やテカリもきちんとブロックしてくれて、どんな肌タイプの方にも使いやすいパウダーなんじゃないかなと思います。どちらもパウダーを塗っている感がなく薄膜で、皮脂やベタつきにもかなり強いので、仕上がりのイメージのお好みで選びやすいんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで3月13日全国発売、3月4日より一部先行発売中のユーサンローランポンテオーラーワーズブラークッションをコカブランドの新作パウダーと比較しながらご紹介していきました。公式サイトに記載があった通りのミストの水分感とパウダーの仕上げをワンタップで完了できるという、塗りたてはみずみずしい液状なのでファンデーションと綺麗に密着して均一に塗ることができるけれど、毛穴レスでサラサラなパウダーとしての役割も一緒に果たしてくれるものすごく優秀なアイテムだなと思いました。個人的にはお直しで使った時にこのアイテムの魅力がより分かりやすいかなと思いました。数量限定での発売となりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。